皆さんは 3D モデルというのをご存知でしょうか？ゲーム、アニメ、ミュージックビデオ、映画、今の時代 3D はあらゆる表現の中に当たり前のように入り込んでいます。そんな世界を見ているうちに自分もこんな姿が欲しいと思うようになりました。でもいざ制作してもらおうとすると現実はかなり厳しく、プロに依頼すれば数十万円、ものによっては数百万円が当たり前。気軽に欲しいという感情で払える金額ではありません。ですが近年そんな状況を変える技術が一気に広まりました。そう、 AI です。今では多くの人が一度は耳にしたことがあるチャット GPT、ジェミニ、クロード、急速に進化した AI を見て一つの可能性を思いつきました。この AI を使えば 3D モデルを自分で作れるんじゃないか。つまり未経験の自分でも本当に完成までたどり着けるのか、それは実際にやってみないと分かりません。だから僕は AI を使って100日間本気で 3D モデルの制作に挑戦してみることにしました。これはその記録です。遡ること数年前、僕は TikTok や YouTube で普段通り動画投稿を続けていました。それなりに結果も出ていて活動も回っている。でもふとした時にこれじゃないなって思うことが何回もありました。動画は完成してるはずなのにどこか未完成、なんか違うなって思いながら何が違うのかわからない、そんな状況が続いていました。そしてある日、複数の作品に出会います。それは有名企業の 3D ミュージックビデオでした。そこには 3D 空間に浮かぶ文字やグリッチの表現があって、ただ映像を見るというよりそのバーチャルな世界に引き込まれていく感覚がありました。さらにホヨバースの手掛ける原神やスターレールのキャラクター紹介 PV にも出会いました。壮大な世界観の中でキャラクターをリッチに見せて要所でエンタメとして盛り上げる、その見せ方にどんどん惹かれていきました。そして世界一の YouTuber ミスタービーストも動画の中で 3DCG を使っていることを知りました。そこで初めて思ったんです。こういう 3D モデルや 3D 空間を動画に組み合わせたら今までできなかった表現をできるのではないか、そう思うようになり、実際に 3D を触ってみることにしました。1日目とは意気込んだものの 3D の知識が全くなかった僕は何から始めればいいのかすら分かりませんでした。そこで初めて AI を使いました。当時 AI はおしゃべりアプリみたいな感じで仕事で使うなんてありえない、そんな状況でした。ですが AI は答えを出すためではなく考えを整理したり情報をまとめる役として使いました。何を覚えるべきなのか、どこから始めるべきなのか、何が最短なのか、そういう最初の迷いを一つずつほどいていきました。その情報を頼りに出会ったのが誰でも無料で使える 3D ソフトブレンダーでした。ブレンダーというソフトを簡潔に説明すると、このソフト一つで 3D に関することは全てできる、そう言っても過言ではないソフトです。そんな何でもできる無料のソフトにつられて実際に開いてみたんですけど、画面は英語だらけで正直最初は何をしたらいいのか全然わからなかったです。でもそこでまた AI に聞いてみたらやるべきことを整理してくれて、基本操作や学び方をかなりわかりやすく教えてくれました。おかげで最初の一歩だけは踏み出せたんです。1週間ぐらい経つと少しずつ操作にも慣れてきました。まだ表面的ではあったんですけど、ブレンダーってこういうソフトなんだっていう感覚がやっと見えてきたんです。実際に簡単なものも作れるようになってちょっとずつ楽しくなっていきました。2週間後には AI に教えてもらったチュートリアルや情報を頼りに簡単なモデリングなら自分でもできるようになっていきました。その時正直何でもできるような気がして、1ヶ月ぐらいあれば 3D モデルは作れるんじゃないかって本気で思っていました。でもその考えは甘く、本当に大変なのはここからでした。最初の頃僕はブレンダーの基礎知識を飛ばしていきなりモデリングのチュートリアルから入りました。今思えばかなり見切り発車だったと思います。必要なところだけを覚えて無駄を省いて最短で進もうとしていました。だから同じ反復作業はできるようになるんですけど、少しでも違うことをやろうとすると急にわからなくなる。しかもその時やっていたのは等身のキャラクターではなくてミニキャラとか小物とか動物みたいな比較的にシンプルなものばかりでした。モデリングを始めて20日目、初めてちゃんと等身のキャラクターを作ろうとした時、ようやく気づいたんです。今まで作れたものって思っていた以上に簡単なものだったんだって。なんとなくは似ている、でもしっくりこない、顔も違う、形も違う、思った通りにならない、しかも操作方法も毎回忘れる、忘れては調べてまた止まって AI に聞いて少し進んでまた止まる、そのテンポの悪さがじわじわモチベーションを削っていきました。1個できたと思ったら次の問題が増える、やればやるほどこれ本当に100日で終わるのかって思うようになってきました。参考資料もたくさん見てチュートリアルもたくさん見て AI に
に何度も助けてもらいました。でも知識が増えるほど逆に苦しくなっていったんです。できることが増えるほど自分の理想との差も見えてしまったからです。そしてここでさらにきついことを知ります。モデリングはできれば終わりじゃなかったんです。僕がやっている今のこのモデリングはまだ序章の序章に過ぎなくて、モデリングの他にも色をつけて骨を入れてどこがどう動くかを調整する、さらにちゃんと動かすために別のソフトに持っていって髪や服の揺れ方、当たり判定、質感までを整えていく必要がありました。少なく見積もっても超えなきゃいけない工程がいくつもあったんです。しかも厄介なのは順番通りに進まないことでした。モデリングを直したら別の角度が崩れる、テクスチャーを合わせたら今度は質感が気になる、リギングをしたら動かしたい指じゃないところまで変な動きをする、一つ直すたびに次の問題が出てくる、終わりに向かっているはずなのにむしろ遠ざかっていく感覚でした。 AI にもたくさん頼ったんですけど、最終的には全部自動で作る方法を推奨してきました。でもそれだと自分で作っている感じがしない。少なくともこの挑戦でしたかったのは0から100まで自分で作ることでした。そんなたくさんの問題を抱えていると実際に前に進んでいるのかわからなくなっていきました。そして僕は始めてから1ヶ月ほどでこの挑戦を諦めました。でもここでは終わりませんでした。月日が流れて2025年12月、仕事でとあるゲームに触れる機会がありました。それはアークナイツエンドフィールドです。 TikTok 用の案件動画で関わらせていただいたんですけど、その中で見た 3D 表現のクオリティに正直かなり衝撃を受けました。そしてその時やっぱり僕はこの世界に憧れがあって 3D モデルが欲しいという気持ちがまた戻ってきました。そこで僕はもう一度 3D モデルの制作に挑戦することにしました。ただし今度は前と同じやり方はしませんでした。まず考えたのは、なんでミニキャラや小物は作れるのに等身の人になると急にできなくなるのかということでした。そこで気づいたんです。僕はキャラクター全体を一気に作ろうとしていました。でも本当はそうじゃなかったんです。顔、髪、目、服、体、全部一つずつ形を作って最後に組み上げていくものだったんです。 AI にも最初の頃言われてたんですけど、 3D はある意味粘土遊びみたいなものだって、その言葉の意味がここでやっと分かりました。キャラを一体として見るんじゃなくてパーツに分解して一個ずつ丁寧に作る、そのやり方に変えてからやっと前に進めるようになりました。そしてその時ものすごく助けられたのがまたホヨバースでした。ホヨバースはなんと 3D モデルを無料で配布しているんです。その配布されているモデルを実際に見て、キャラクターがどう作られているのか、服と体がどう噛み合っているのか、リギングやウェイトはどうやって組まれているのかを一つずつ観察しました。完成形を見るだけじゃなくて中身を見る、それができたことで制作スピードがものすごく上がりました。 AI にはロードマップを作ってもらって学んだことは全部メモしました。次に何をやるのか、何が足りないのか、どこで詰まりやすいのか、それを考えながら学習と実践をひたすら繰り返しました。もちろん順調だったわけじゃなくて、後の工程でずれると分かった瞬間に数百時間分のモデリングを全て削除したこともありました。何時間やってもハマらない日もありました。それでも少しずつ形になっていったんです。そして約1年前の挫折から継続で32日目、こっから僕は新しいやり方で再スタートすることにしました。前回はいきなり形から作ろうとしていたんですけど、今回はスカルプトモデリングから始めて、そこからリトポロジーをしていく方法に変えました。分かりやすく言うと、まず粘土で大まかな造形を作って、その上から綺麗に紙を貼っていくようなイメージです。この方法に変えたことで細かい表情やほんの少しの形の違いを調整しやすくなったんです。そして最初に作り始めたのは顔です。正直 AI には顔から作らない方がいいと言われたんですけど、あえて顔から作ることにしました。理由は単純でモチベーションを保ちたかったからです。顔が見えてくるとこのキャラクターがどんな雰囲気になるのか、全体としてどんな方向に進めばいいのかが見えてくる気がしたんです。だから僕はまず顔から作りました。モデリング制作を始めて60日目、ここでやっと顔と髪の毛が完成しました。プロの人が見たらいびつな形のところやありえないようなモデリングをしているかもしれません。ですが僕的に一番難所であった顔を納得いく形で作れたことによって、自分で 3D モデルを作るという目標に一歩近づけたような気がしました。
モデリング制作を始めて61日目、ここからは体、洋服、アクセサリーを作っていきます。正直この時僕はかなり感覚が変わっていました。最初の頃みたいに何をしたらいいかわからない状態じゃなく、ブレンダーというソフトを手足を動かすように使えるようになっていました。そして一番最初に取り掛かったのは洋服です。本来なら体ベースから作るのが自然なんですけど、この時の僕はまだそれを知りませんでした。そしてインナーの制作から入ったんですけど、顔を作った時みたいなスカルプトモデリングからではなく、最初から面を貼って形を作る方法で進めました。大きな形を作って、そこから少しずつシワを足していく。実際にライトを当てて影がどう落ちるのかを見る。ただ形を作るだけじゃなくて、光が当たった時どう見えるのか、そこまで確認しながら少しずつ調整していきました。続いて取り掛かったのはジャケットです。ジャケットの制作に入った時、僕はブレンダーの物理シミュレーターに出会いました。これがかなり大きかったです。簡単に言うと、布のような動きや服のシワを作りやすくする機能です。もちろんボタン一つで全てできるわけではないんですけど、実際の服を触っている感覚でモデリングができるので、一気に制作スピードが上がりました。モデリング制作を始めて80日目、残るモデリングはズボン、アクセサリー、体になりました。服を作る際の失敗談は特になく、顔のモデリングよりは比較的スムーズに進めてると思います。そして後のモデリングはこれまでの応用だったので、一気に作ることができました。3D モデルを作り始めてから85日目、ここでようやく顔と髪以外のパーツを作り終えて、モデリングとテクスチャ入れ作業が終わりました。続いてここからはモデルのディティール向上とリギング、ウェイトの作業に入っていきます。僕はモデリングと並行してテクスチャ調整をしたのですが、主に使ったのはサブスタンスペインターというソフトでした。絵が得意ではないので最初はかなり不安だったんですけど、このソフトはゲームのキャラクリのような感覚で色や質感を調整できます。服の素材感、金属っぽさ、光の当たり方、細かい陰影、そういったディティールを少しずつ足していくことで、リアルとイラストが一体するようなモデルに仕上げることができました。そして次に入るのがリギングとウェイトです。この時点のモデルは見た目こそ完成に近づいてはいたんですけど、まだ中身はただの動かない人形のような状態でした。関節の概念もないので、腕を曲げることも首を動かすこともできず、押したらそのまま倒れてしまいます。なのでそこでまずモデルの中に骨を入れていきます。これがリギングです。そしてその骨を動かした時にどの部位がどれくらい一緒に動くのかを調整する、これがウェイトです。腕を曲げた時服が不自然に伸びないか、指を動かした時に変な場所まで引っ張られないか、首を回した時に顔や髪が崩れないか、実際に動かして崩れたところを直してまた動かして確認する。ここからはモデルを見た目だけの存在から本当に動けるキャラクターにしていく作業が始まりました。3D モデルを作り始めて95日目、リギングとウェイトが終わってようやく 3D モデルとしては形になりました。でもこの時点ではまだ完成ではなく、動画や配信で動かすためには Unity というソフトで最終調整しなければいけません。初めて触るソフトだけど対処法も知っている。わからないことが出ても調べればいい。そして詰まったら AI に聞けばいい。直せばちゃんと前に進む。その繰り返しをこの99日間で嫌というほど鍛えられて、もう迷いはありませんでした。そして最終調整を終えてついに
3D モデルを作り始めて100日目、ここでようやくゼロからモデリングを覚えて自分の手で完成まで持っていくことができました。100日間、一度挫折した時間まで含めると約2年間、正直ものすごく大変でした。わからないことだらけで何度も止まって何度も作り直して、それでも今こうして自分で作った 3D モデルを使って一つの映像作品を最後まで一人で作れていることにすごく感動しています。そしてこの挑戦を通して AI でできることとできないことも前よりずっと分かるようになりました。 AI は調べるのも早いし、情報を整理することもできます。比較もできるし、学ぶスピードを上げることもできる。実際最初の僕は AI がなかったら何から始めればいいのかすらわからなかったと思います。それで助かる反面、近い未来 AI にもっと多くのことを任せられる時代が来ると思います。もしかしたら 3D モデルも映像も今よりずっと簡単に作れるようになるかもしれません。でもゼロから自分で覚えて悩んで失敗して少しずつ形になっていく、その先でしか得られない達成感も確かにあると思いました。だから僕はこの達成感を大切にしつつ、これからもいろんな挑戦をしていきたいと思っています。